Hello，大家！休学旅行时被分到了部首的小组第9集。上一集啊，经过了一连串的阴错阳差事件，日志也向杜慧坦白了自己喜欢他。现在两个人算是互通心意了，关系只差临门一脚，就看什么样的契机会促成让两个人终于决定开始交往。四位王子啊，你们在演舞台剧哦，文化季。Halloween 主题为什么是扮王子？日置。那就是要 cosplay 成什么？あれ？俺変えた？好き。日志对气味很敏感哈。俺も好き。杜慧真的是没放过任何一个机会表白的。看来杜慧眼中的日志是一只蓝色小狐狸哦。どう？还是猫？可愛すぎて無理。そう自分でやっといて自滅すんだよ渡来。はい、じゃあ撮るよ。撮ろう撮ろう。チーズ。てかすげえ人だな。なんかクラスのやつが勝手に渡来たちと写真撮れるって言って宣伝しちゃって。てか天哪！早就说过杜慧拍照要收钱的。猫？ああこれ一応狼だけど。何々ってどうしたの？何？有点变态哦，杜慧要冲过来了。俺のじゃないから。お触り禁止だけど。あ渡来俺これから受付係で。你们在玩老鹰捉小鸡吗？渡来って日置の何なの？恋人です。もしかしてお前、俺たちが日置と仲いいからって嫉妬してる？バカ、何言ってんだよ。やっぱそうか、だと思ったよ。だってお前は知らねえだろ、日置の中学時代の話とか。例えば？杜慧想听了。例えば卒業式で日置が緊張しすぎて在校生起立で立ち上がっちゃったこととか。それお前じゃない？あと日置が部活の合宿でずっとシャツ裏返して過ごしてたこととか。这段それもお前だな。这段是在干嘛？你们是有空在那边闲聊吗？俺が休み時間に時々日置の弁当からデザートのゼリー抜き取ってたこととか。それもお前。お前そんなことしてたの？辻谷だっけ？インスタとかやってる？フォローしてよ。日置の話もっと聞きたいし。仕方ねえな。日志也是都不在乎哦。よかったら交換していただくことって可能ですか？日置の部活中の写真。する。はい。マジ？话说杜慧的 IG 你们居然没有吗？あんな足の長さも生きてる次元も違う男がなんで日置なんだ？それは俺もそう思う。思うよ。てか朝日じゃん。あんの？哎，辻谷も？你还来他们学校的文化季呀？久しぶりだな。ハロウィンカフェやるって言ってたもんね。誰かから聞いた？渡来くんが DM で。渡来。好可怕哟！杜慧已经入侵他们的所有朋友了。まあ渡来はフォロワーも多いし、アンナがフォローしてても別に不思議じゃないけど。不对呀，重点是杜慧居然私讯他呀！哈？渡来くんの彼女？てかめっちゃ可愛くない？確かに。这种事情为什么要拉着日志一起来八卦？哦，而且这种状况，按照杜慧的尿性，一定又是在打探日志的八卦了。前面暗示的这么明显的。日置。从人群中一眼定睛在日志身上。確かにお似合いだったなあの二人。哎呦，又来！你哟，渡来くん、次あっちのテーブルお願いして。真的是时时刻刻在关注日志的。不过也好在他这样子关注，才第一时间发现他心情不对劲。手伝おうか？え？久しぶりだな朝日。涼河さん。あ、すみません。なんかぼーっとしてたけど悩み事？もしかして司のこと好きなんでしょ？司のこと。哎呀，还是要有这个有经验的大哥哥来给他们两个都开导一下哈。てか俺も男と付き合ったことあるから。え？だから海の時も二人のこと勝手に応援したんだけど。干得好哥哥。よかったわ。二人が両思いなら。よかったんですかね。え？渡来は本当に俺でよかったのかなって。まあ
司はモテるだろうし、そういう引け目を感じるのもわかるけど。哦，哥哥一下就抓住了日志的议题了耶。あいつお前のことめっちゃ好きじゃん。どう見ても愛激ョモタイプだろ。俺はむしろ司が羨ましいよ。嗯，你不会也喜欢日志吧？哎呦，あんだけ執着してなりふり構わず突っ走って、そんな風に人を好きになれるのって大人になると難しいから。哎呀，不安があるならいっぺん全部ぶつけてみたら。哥哥在劝你们青春不要留遗憾呐。あいつなら絶対受け止めてくれ。てかナイス、その耳って猫なの？これは狼なんですけど。やっと終わった。ああ、もう他のクラス回る気力ねえわ。俺も。一堆人大排场，然后跟杜卫拍照，看他们三个应该没好到哪里去。ちょっと聞きたいことが。有够浮夸的。日置に哈？女装してほしい。はい。一生。いや、一生のお願い。それライスの分も使うやつ初めて見た。なんで急に。日志的朋友圈倒是跟他们朋友圈开始变熟了哦。うちのバト部から代表で出るはずだった1年の山田が腹壊して。衣装のサイズ的にあまりでかいやつには頼めないし、僕はもうみんな断られちゃって。这编剧把所有的条件、所有的逻辑都给交代清楚了哦。日志扮女装变成一个必然的结果了哦。いいんじゃない？日置がいいんだったら。駅前の焼肉食べ放題。マジ？食べ放題。哎呦，日志变真的是不答应不行了。杜慧还强调说，你们要尊重日志的意见。哎呀，这种男扮女装的梗真的是玩不腻耶。他这小脸大眼的，真的还挺适合的哦。没想到哦，也有这个四天王追星日志的时刻。あいつら人の気も知らないで渡来の前でこんな。哎，杜慧在吗？哎，真的在。杜慧不，どうしたんだろう。もしかして怒ってる？他应该是看出了你脸上的勉为其难，在担心你啦。俺が女の子だったらこんな悩まなくてよかったのかな。果然吧，上一集开始在暗示的事情，果然这一集就让他爆发了。日志果然有一点自卑，因为自己不是女生，感觉没那么适合杜慧。よかった。ここにいたんだ。どうしても話したくて。本当に俺なんかでいいのかなとか、あんなの方がお似合いかもとか。哎，もし俺が女の子だったらとか。もしかして今日ずっと一人で悩んでたら。池谷のことは別に。从信赖变成吃骨同学，直接一个称呼变疏远。哎呦，ごめん。不安にさせて。其实也不是杜慧的错哦，但是他就是第一个先道歉，因为我让你不安了。池谷さんには俺が相談してたんだ。もうすぐクリスマスだから日置にプレゼントあげたいなって。日置の好みとか知りたくて。そうだったんだ。本来想给日志惊喜的，结ごめん、果俺既然日志不安，就告诉他实情。さっき日置がもし女の子だったらって言ってたけど、俺もちょうど今日同じこと考えてた。哎，日置がもし女の子だったら今みたいな関係になってなかったんじゃないかって。啊哈哈哈哈！女の子だったら修学旅行で同じグループにはなれなかったかもしれないなって。あの時みたいに朝から晩まで一緒に過ごせることもなかったし、今みたいに恋愛に発展するタイミングもなかったかもしれない。杜慧很感激啊，他们都是男的。男とか女とか関係なく、日置が好きなんだなって。俺も说出来。渡来だから好き。哎，哎，怎么了？
哦，那个高跟鞋害他扭到脚，是不是？どうしたの？足痛いの？あ、ちょっと俺が抱っこしよう。いいよいいよ。てか重いし。俺あれから筋トレしてるし。多分勇気が筋トレ。俺も一応運動部だけど。这不是重点啦，重点是日志不想被爆啦，太丢脸的啦。哎，ちょっと割れてるでし好可爱哦。こういうの分かってやってる。什么？杜慧这眼神很坚定的，坚定的进攻。什么东西？哎，不是，你们要在这里做那种事。哎呦，嘘嘘。嫌だった。嫌じゃないけど。你如果怕他讨厌，你就不要这样子吓人啦。お手柔らかにお願いします。不得不说，刚刚那一幕杜慧是真挺帅，但不要强迫日志就好。忘れてた。ごめん。歩こう。其实这一集日志所面对的议题跟上一集一样，就是觉得好像杜慧还是更适合跟女生在一起，自己这样子的人怎么可能适合杜慧呢？所以才会有我们看到的杜慧，她明明只是跟信娜，也是日志他以前的朋友，就是交头接耳讲个几句话，日志心里的那份不安就又被勾起来了。只是这一集让这个议题表现得更明显，爆发得更彻底。一整天的文化记下来，明明心情乱糟糟的，却没有时间好好整理，没有时间好好跟对方谈一谈。仔细一想，确实，他们上一集发生完冲突之后，他们两个虽然有沟通，但是只解决了杜慧那部分的不安，日志这个对于性别的议题可能还没有解决，所以这一集编剧又给了他们一次机会，好好的谈这件事情，还故意透过让日志穿上女装的方式来表达说，其实杜慧没那么在乎她是什么性别的，无论她穿什么衣服、戴什么假发、化什么妆，杜慧看到的就是那个还是举手投足之间有点不安的日志。所以虽然文化季的种种不断的把这两个人推开，一整天的喧嚣让他们没有办法好好的面对彼此，但直到晚上一切沉寂下来，杜慧也还是毫不犹豫的奔向日志，找他把话说开。幸好这个时候日志也没有逃开，确实就像那位好哥哥说的，你就好好的把所有的话都告诉杜慧吧。日志照做了，也确实终于跟杜慧解开了所有的议题了。他们两个年纪不大，处理感情议题倒是意外的蛮成熟的。我想就是因为他们真的内心里是喜欢对方的，所以总是愿意为了对方退一步。有什么话如果说出来能够让对方安心，他也愿意不厌其烦的再次强调，你们两个果然绝配。行，这一集就看到这边，接着就要来迎接完结篇了。下次见，拜拜。